はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2024年がどんな1年なのか、占星術で星の動きをまとめてみました。大まかな流れ、そしてお仕事や社会運、そしてお金のこと、また人間関係や恋愛について、そして最後によりよく生かすためのヒントもお伝えしていますので、ぜひ最後までご覧ください。そして皆さん、今年こそは叶えたい夢があるとか、こうなったらいいなっていう願いをぜひコメント欄にお寄せください。絵馬を描くようにね、書いていただければ全部叶いますようにって願いながら全て拝見させていただきます。大前提としてなんですけど、運勢の強弱はね、各星座によってあるんですけれども、一番大事なのは私たちの心、マインドによって見える世界や作っていく世界も全く変わりますので、あくまでもこの星の動きを参考に、皆さんの好きなように自由に2024年を作っていってください。何かしらこの動画がお役に立てれば嬉しいです。ではよろしくお願いします。いて座さんの2024年は、学びの方向転換と新たな出会いの年。2024年に起こりそうなこと。2024年は未知の喜びが待っているような壮大に開かれた1年になりそうです。どっしりとした感覚の下で精神的にも磨かれ、もしかしたら2023年に経験したことや考えていたこととは一転、違う方向へと転身したくなるかもしれません。それだけあらゆる可能性が開かれていて、思考も柔らかく、必要な情報をぐんぐん吸収するので、春以降には予定していたレールと違う列車に乗っているという可能性もあります。1月から5月末までは健康のことにも意識が向きやすく、日々のルーティンを大切に、体にいいことを取り入れてみたくなったり、コツコツした努力もこなしていける時です。もし何かしら持病があったとしても、2024年は大きく影響せず、むしろ程よく付き合っていく方法を得られるかもしれません。年明けから悶々と考えていたことやチャンスを待っていた方にとっては、4月の日食や5月以降勢いが出てきて、ピタッとハマるような仕事や人に出会い、人生がここから大きく展開していきそうです。特に6月以降は転職、結婚など契約や関係性においてかなりのチャンスがあるでしょう。開運のポイントはズバリ社交性です。人間関係がどれだけ良くても、自分が相手の嫌なところばかりを見ていては長続きはしませんが、2024年の後半に関わる人たちの中に、必ずと言っていいほどいい影響をもたらしてくれる人や状況があるはずなので、学びの姿勢を忘れないでお過ごしください。とっても落ち着いた基盤の中であらゆるものを育てていけるようになります。お仕事や社会との関わりについて、仕事においては新しいアイディアやヒット商品を作るかのような斬新な考えが生かされるでしょう。これまで隣の席に座っていた人とは大きく差が出るぐらい、持ってる知識をフル活動させるのにふさわしい時期です。もし学びたいことや調べたいことがあったら、5月末までに徹底して行っておくと、その後がスムーズでしょう。そして前半は本意ではなくても、与えられたことをコツコツとこなすことで技術が向上し、信頼を得て後半のチャンスへとつないでいくことができます。1月から5月末頃までは、日常のあらゆることに目が行き届き、細やかな努力や準備ができる時なんです。仕事をしている方は職場での人間関係に恵まれたり、同僚との楽しい会話の中で想定外のひらめきや気づきがあったり、好奇心に火がつくかもしれません。お仕事に携わっていない方も、日々の何気ない出来事を楽しく感じ、無理のない生活をしていけそうですね。6月以降は仕事でも新しい契約を結びやすく、公私ともに人には磨かれるでしょう。転職希望の方は6月以降の方がチャンスがあります。もしこれまでの関係を見直したくなったり、契約を変更せざるを得ない状況になったとしたら、2024年の6月から2025年前半がそういったことに向き合い調整するのにふさわしい時だと覚えておいてください。そしてこの期間に得た体験は今後のいて座さんに大きく影響し、ここから大事な契約を結んでいくことになるでしょう。お金のこと。
1月から5月末はしっかり働いてある程度お金を貯めたいという気持ちが強くなりそうです。6月以降は目の前のチャンスに携わることに精一杯で、お金のことは二の次になりそうですね。金銭は吉凶混合で特別いいというわけではありませんが、お金を得ること以上に人との関係の中で大切な宝物を見つけられるでしょう。もし今何かしらの不安が強い方でも、その不安に飲まれずに切り抜ける術を身につけ、そこで出会う人たちとの関係を楽しんでいける運があります。人間関係や恋愛について、自分ではまだまだ関係性に対して怖がっていたり、不安要素を抱えている人もいるかもしれませんが、2024年のいて座さんはこれまでのコンプレックスを一つ解消して心を開きやすくなりそうです。日常生活の中で関わる人が比較的変化に富んでいるので、余計に人と関わる機会が増えそうですね。人間関係や恋愛運は前半も悪くありませんが、6月以降の方が抜群にチャンスに恵まれます。恋人でも恩師でも友達でも自分を理解してくれる人が出てきそうです。そういった人生における大事な人に絶対出会うとまでは言い切ってしまうと誤解があるかもしれませんが、もうそう言いたくなるほど人間関係には恩恵しかないように感じます。これまでにないぐらい一期一会を大切にお過ごしください。そして結婚やパートナーを探している方も、どこでどう巡り合うのかなど計算はせずに、ただただ心の赴くままに行動し続けてみてください。ご縁がつながり、予定していた方向がスムーズに変化していき、今後の人生に必要な関係が始まることでしょう。2024年を有意義に過ごすためのヒント。いて座さんは新年度は4月じゃなくて6月からだったかなと思うほど、6月からの環境や空気感に新しい流れがあります。この時期から2025年にかけて出会う方はとっても重要で、プライベートでも仕事でも自分の人生に必要な人たちが登場してくることになりそうです。今はまだどこにたどり着くかわからないままボートを漕いでいるかのように感じるかもしれませんが、その不安感や緊張感があるからこそ、暴走したり沈んだりせずコツコツとボートを漕ぎ続けることができ、その姿勢が6月以降の波へとつながっていくのです。2024年はまだ自分の落ち着く場所を確定しにくいかもしれませんが、それでいいんです。引っ越しや落ち着く場所はこの時期に出会った人との関係でその後に決めていくことになるでしょう。人生は未知だからこそ楽しいんです。2024年がいて座の皆さんにとって最高の出会いの年になりますように。今回も最後までご視聴ありがとうございました。